練習が最初は5分から4分半ぐらいゆっくり走って、後半上がったら20とか10、後半下りなんで、はい、っていう感じに多分なると思います。中学まではバスケやってて、高校から本格的に陸上始めた感じになるんで、高1は 5000m やったら16分2、30ぐらいでしたね、多分。高2の冬に15分フラットが出て、で、高3に関しては全然タイムとか自己ベストみたいなのは出なかったんで、高2がピークで、そっからタイムはそんな出なかったみたいな感じだったんで、いけるんやったら陸上強いところでやろうかなみたいな感じでは考えてたんですけど、軽い気持ちぐらいでしたね、本当に。陸上できたらいいかなぐらいな、ほんまその時もそんな感覚でやってたんで。もともと、受験で、いくつか大学受けて、で、受けた大学、基本陸上強いところみたいな感じで。で、たまたま大系に縁があったんで、それで大系にしようみたいな。大学1年の時は結構初めの頃は、ずっと怪我してて、8月頃にようやく、走り始めて、で、出雲に走らせていただいて。現在のタイムは5000が14分19秒で、1万が30分2秒っていう感じで。授業の時間帯にもよるんですけど、1限の授業の時とかは、結構、時間的に厳しい部分あるんで、5時半で。それ以外の日は結構、6時半とか6時45分ぐらいで走ってるみたいな感じですね。あります。日曜日がオフで、基本日曜日はもう、何ですかね、もう自分のやりたいことやるっていうか、リフレッシュっていう形が多いですね。なかなか朝練っていう風な時間帯だと、今日みたいな時間帯だと、冬はなかなか寒さの厳しいところで。結構パン派でパン食べること多いんですけど、週末に記録会があるんで、それに向けてとか、結構大会に近い時とかは極力糖分とか米を多く取れるようにしてるんで。チームの特色としてはやっぱりその飛び抜けた選手は関西の中でもいないチームなので、中間層をしっかり引き上げるようなベースをしっかり作るようなトレーニングを年間通してやってるっていうところがチームとして注力しているところではあります。5000でいうと自己ベストは14分19の子が一番今速くて、で後ろになってくると15分30、40とかいう選手がいるので、その中でグループ分けして個々で能力伸ばすような取り組みをやってます。環境がやっぱりなかなかいろいろ大変な苦労する点が多いので、そういった意味では、そういう環境の中でもやっていきたいっていう子たちしか残ってないので、競技に対してはかなり積極的な子が多いんじゃないかなと思います。基本的にはやっぱり学生全員やっぱり箱根を目指したいっていう中で、やってるので、その中で競技レベルとか考えた上で箱根以外の全日本であったりとか出雲駅伝とかっていうところもあるので、そういったところを目指したいっていう子をお互いにその辺折り合いつけた子を来てもらってるっていうような形ですね。関西でいうとやはり、全日本大学駅伝出ようと思うと基本的にシードっていうところにはやっぱり今現状として関西では届かないので、6月の予選会で、1万メートルを10人走って8人の合計タイムで競うっていうところを、一つ大きな大会として捉えているので、まずはそこに向けて、各大学、そこに向けた準備を、していくっていうところで、そこで、予選を通過すると次は、10月の出雲、11月の全日本大学駅伝に向けて、強化していくっていうような流れで、その中で、その、流れの中でトラックを、5000であったり1万であったりっていうのを、出ていくっていうような流れになります。もともと関西に残ってる選手ってなると、総力的に少しやっぱ関東に比べると劣ってしまうので、いきなりそのハーフをガンガン走らせるよりは5000とか1万メートルで、記録を伸ばしていくっていうところでは箱根がない方が、5000とか1万に向けてしっかりトレーニングが詰めてるかなとは思います。一つやっぱ指標にするのは距離ですね。週間でどれぐらい走ってるかとか、月間でどれぐらい走れてるかっていうところを一つ目安にしながら、そこのボリュームを維持しながら、トレーニングの強度を調整していくような形ではやってます。強豪じゃないところから来てる学生が大系としては多いのかなっていうところが一つあるので、
それこそ高校からガンガン距離踏んで、練習積んでっていう子よりも、無名校で1人とか2人とかで、練習やってるところから、大学に来てくれてる子の方が、持ちタイムが一緒であれば伸びしろはそっちの方が残ってるというか、大学で大きくの記録を伸ばすケースは多いかなとは思うので、キャプテンにしても、基本的にその高校でそこまで強豪で、全国目指してやってたようなチームではないので、そういう意味で伸びしろはまだ十分あるんじゃないかなとは思ってます。現状そのスカウトっていうところではやっぱり箱根っていうところで、どうしても関東に流れていってしまっているのが現状なので、そこをもう少し変えていくために、大学のチームの魅力であったりとか、あとは関西の陸上界自体の魅力みたいなのを発信していかないとダメなんじゃないかなとは思っているので、いろいろ活動をやってるっていうところを外に向けて発信していくっていうのが大事なんじゃないかなと思って、とりあえずこの2年はそれを続けてるっていう状況ですね。次は関東のチームとも勝負できるようなところまでは伸ばしていきたいなとは思ってます。でも中にはもう大学入ったタイミングでもう実業団も見据えて競技している子もいるので、そういった子にはそこに向けての準備っていうところも意識させて取り組ませたりはしてます。こんにちは。今日の練習が412本となってます。今日の練習に関しては、週末の記録会に向けての動きの確認とか、調整っていうところもされていると思うんで、しっかり動き重視で、試合とかそういったところをイメージしながら練習するようにしてほしいなと思います。以上です。よろしくお願いします。しっかり決まってるわけじゃないんですけど、普通に就職するか、陸上するかの2択なんですけど、今のところは普通に就職して働こうかなっていう風な考えの方が割合としては高いですね。結構やっぱり今陸上やってても楽しいですし、より自分を高めれるのは陸上かなみたいな風に思ってる部分はあるんですけど、その陸上で続けて生活していこうってなったら、大学の陸上とかよりよりシビアやと思うんで、そこがちょっと厳しい部分かなとは思いますね。陸上、仮に続けてってなった場合やっても、やっぱりその陸上引退してからの生活の方が長いんで、そっちの方を重要視した方がいいかなっていう考えではあるんで、なかなか簡単に陸上を続けようっていう風な気持ちにはなりにくいですね。キャプテンになれるっていうか、なりたいなとはもともと思ってたんですけど、チームからとか、コーチからの推薦もあって、で3年生ですけど、キャプテン任されたっていう感じでしたね。チームのやっぱ引っ張っていく上では、もちろん走りもそうですし、それ以外の部分、練習の引っ張りとか、チームのいろんな周り見れてないと多分ダメで、そういった役職つく上で、自分が一番適任というか、自信があったんでっていう形で任されたかなと思ってます。一時期考えてたんですけど、やっぱり関東行くってなったらもう多分箱根駅伝一筋みたいなところはあると思いますし、ってなったら関西に残って逆に関東と戦うみたいな風な方が自分の考えというかポリシーというかところには合ってたんで、関西の方で大学選ぼうみたいな形になりましたね。絶対に関東に勝ってやろうみたいな気持ちはありますね。もうちょいレースイメージした。初めの116で入らない。一番はやっぱ寮生活じゃないんで、一人暮らしとかはもちろんいるんですけど、結構僕みたいに実家通いみたいな選手が大半なんで、朝練とかに関しても各自というか
別々ですし、各自やからこそ距離とかペースとかも本当自分の体の、状態に合わせて決めれるんでっていうところは多分他の大学とは違うところかなとは思ってますね。月で多い時で700超えるぐらいで、特に記録会とか大会とかの調整とかがなくて、普通に練習だけトーンって続けてたら、600は超えるかなぐらいです。やっぱり関東行く選手、やっぱり元々の持ってるそのポテンシャルとか、そもそもの走力とかっていうのが多分僕たちと桁違いで、そこを大学の陸上生活の中で埋めようと思ったら、練習に対する意識とか、陸上にこれどれだけ熱を注ぐかとかで変わってくるんじゃないかなと思うんで、逆にそこを変えないと、関東の選手もともと多分陸上を続けて本気でやりたいから関東に行ってると思うんで、そこに負けないぐらいでやらないと、練習量とか環境とかも圧倒的に僕らは多分負けてると思うんで、気持ちの部分では絶対負けないようにしないと勝てないかなと思ってます。そんな関東と比べて、何回もハーフを走るみたいなことはないんで、別に全然トラック種目っていうか5000とか1万にフォーカスした練習っていうのは関東に比べたらしやすいというか、そういう環境であると思います。それはいい。そうですね。もちろんその関東とかそのハーフ箱根走る用の多分練習してると思うんですけど、多分そうなるとやっぱり必然的に走る距離とか、量とかっていうところは僕らより多くなるんで、結果1万とかの走れるタイムというかタイムは上がってくると思うんですけど、僕らはどちらかというともう本当にトラックの1万メートルとかっていうところにフォーカスした今はそういうところにフォーカスした練習してるんで、そっちの方がいいかなと思います。多分やっぱ実力的にも関東の方が圧倒的に強いんで、どちらかというともう本当に今できる走りを精一杯やって食らいつこうぐらいの感覚ですね。あれ窓開かれるから完全に。マジでイラッとするな。めっちゃ上げたのかな思った。言いたいこととしては、しっかり練習もそうなんですけど、試合とかで、しっかり緊張感を持ってやってほしいなっていうところで、これに関してはさっき評価を払ったように、これ選挙にしましょう。はい。